ンジューパリでカフェをしていたサラです。今回はこちらのインスタグラムのリールがたくさん伸びて、いろんな方に見ていただいて、いいねやコメントをいただきました。そのコメントであった質問であったりですとか、カフェをやるに至った経緯についてお伝えしていきたいと思います。今回こうやってカメラの前でお話をして動画を撮ることが初めてなので、すごく緊張しておりますが、温かく見守っていただければ幸いです。私はフランスにワーキングホリデービザを申請していきました。フランスに行くことになった理由は一つで、親戚がいるからです。その親戚が飲食店を経営していて、ちょうど2024年の夏のオリンピックがあったので、私は英語話せるし、少しはお手伝いできるかなと思って行ってみることになりました。フランス語なんですけれども、私は全然できなくって、日本にいる間にフランス語検定の5級を取得するくらいには勉強しました。一番基礎のレベルで、もう英語で言うイエスノーみたいな、そのくらいの感じです。でも勉強するきっかけにはなりました。7月、8月頃なんですけれども、観光客はいましたが、オリンピックのせいでフランスの地元の方が結構バカンスに出ていて、あまり人手がありませんでした。なので、特に仕事もやることがなく、一旦その語学学校の夏期講習に行ってみたりとか、あとはフランス国内旅行をしたり、ニースとか、あとはスイスも行ったりしました。8月の中旬頃なんですけれども、私の友人、日本で働いていた時の会社の同期がフランスにワーホリに来ていて、パティシエをしていました。2人で会って、私の親戚のお店に一緒に行きました。で、そこでその親戚がまた別のお店を持っていたんですけれども、そのお店を一旦ちょっと閉めて、新しくバーにするっていう話が出ていたそうで、そのバー夕方からなんですけれども、そのお昼の間、2人でよかったらカフェやってみたらっていう風に言ってくれて、その一言でパリの生活が変わりました。まずカフェのオープン前にやったことはお店の工事です。工事も壁を壊したり床を剥がしたり、もともとあったお店の内装を変えていきました。あとはペンキを塗ったり、あと電気の配線を変えたりとか、工事の専門の方がやってくれましたが、壁を壊したりですとか、自分たちで手伝ったりして毎日力仕事やってました。ぐちゃぐちゃだったお店が徐々に綺麗になっていくのがすごく楽しかったです。ナンバー16はってこのお店の住所だったので、シンプルにそのような名前をおじちゃんがつけてくれました。で、工事が終わったらまずバーからお店を始めることになりました。バーはおじちゃんがメインでやっていて、私もお手伝いで少し入りました。バーがオープンして1週間後、カフェもオープンすることになりました。カフェのメニューは私がドリンク、友人のパティシエがパフェを基本的には作っていました。そのパフェを提案したのが親戚の方で、日本の夜パフェすごく芸術的だと思うんですけど、そういったものはフランスにはないので、パフェ専門店としてカフェを開こうという形になりました。ちなみにメニューの決め方なんですけれども、そのお店にあった材料であったりとか、あとは親戚の別のお店から持ってこれるような材料から作っていきました。で、ちょっとずつお客様からランチのメニューが欲しいとか、あとは桜ラテ飲みたいとか、ご意見をいただいたので、それに沿って少しずつ変えていくようにしました。ではまだお昼ご飯のメニューを出していなかったので、お茶漬けとコロッケセットを作ることになりました。お昼休みに会社員の方が来てくれたりとか、少しずつではありましたが増えてきたんじゃないかなと思ってます。
最初の方は私はあまり友人が外にはいなかったので、一緒に働いていたパティシエの友人がお友達を連れてきてくれたり、あとは通りがかる人がメインであったりしました。昔のお店の常連さんが来てくれたりとかありましたが、お店の位置が少し分かりづらいところにありました。オペラという観光地の本当にど真ん中なんですけれども、大通りよりは裏道にあるので、こう通りがかってちょっとちらっと入ってみるというよりかは、ピンポイントでここに行きたいから入るっていうようなロケーションでした。またインスタグラムなど SNS での集客も試みてみたのですが、投稿があまり伸びることもなく、インスタグラムを見てきましたっていう方はなかなかいらっしゃらなかったです。ただ知り合いの方がフォローしてくれたりとか、お店に来てくれた人がお店を気に入ってくれてフォローしてちょっとずつ増えていきました。ありがとうございます。やっていく中でと思ったことがありました。オーブンでショートケーキを売ることになりました。ショートケーキ売り出したらかなり人気で、ホールの注文があったりとかで、何回もリピートしてくださった方とかいて、ショートケーキがパフェよりも人気の商品になるかもと思いました。フランス人の方も日本食すごい好きな方が多いんですけど、日本のパン屋さんもあります。ケーキ屋さんもありまして、ショートケーキかなり人気です。パティシエの友人がワーキングホリデービザが切れたので退職をすることになりました。業務量を見て一人でやってみることにしました。もう平日は基本的には一人でお店を回していたので、パフェは作れるようになっていました。盛り付けなので一つずつ決められた通りに詰めばなんとかなるんですけれども、問題がケーキで、私はケーキを全く作ったことがなかったので、友人がいなくなるということにあたって、ケーキの作り方やレシピを学ばせてもらいました。難しかったのですが、 YouTube とかを見ながら少しずつ、練習しながらできるようになったかなとは思います。あとはレシピの味がもともとは変わっていないので、結構お客さんも喜んで食べてくれました。ここからはお店をやっていて大変だったことについて紹介していきます。そこまで大変辛いと思ったことが正直なかったんですけれども、なんとかちょっとひねり出してみました。一つ目が、お店のコンセプトがお昼と夜で異なることです。お昼はカフェで明るい店内にしたいのに、夜はバーで暗い店内にしたかったり、少しデザインの好みが違っていたり、ちょっと意見が食い違うことがあったのですが、お互い妥協をして、なんとか一つの落ち着いた雰囲気のお店に仕上げることができたと思います。2つ目が、自分のキャパ以上のオーダーやお客さんが入ってしまうことです。特に土日は忙しくて、忙しそうだなと事前に読める日は知り合いの方にヘルプをお願いしていたんですけれども、一人で回している時は特にやっぱり忙しくて、それでもやっぱりフランス人の方ってすごく優しいんですね。例えばメニューを決めたらすいませんってすぐ呼ぶと思うんですけれども、実際私もそういう心理にはなるんですけど、そのフランス人の方はなんか待つのにすごく慣れているのか、メニューが決まってもずっとお友達とおしゃべりしていて、私のタイミングで働くことができました。すごく働きやすかったです。また私が多分一人で働いているのを見ているからなのか、すごく気を使ってたのかなとも思いました。本当にありがたかったです。それでもやはりオーダーの提供が遅かったりして、もう帰りたいっていう方もいらっしゃったので、すごく悔しかったし申し訳なかったです。最後にはなりますが、カフェに足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございました。私はもうパリを出てしまったんですけれども、他の国に行く予定です。またワーキングホリデーでいろんな情報を発信していこうと思っています。現在カフェとバーは、バーはそのままおじいちゃんがやってるんですけど、カフェは、日本人のお兄さんがやっているので、もしよかったら遊びに行ってください。
はい、ちょっと内容が薄いかなと思ったんですけれども、もしコメントなど質問ございましたら書き込んでいただければ、また質問コーナーでもやってみたいかなと思います。で、チャンネルの登録と高評価ぜひお願いします。またねー。